とくはい、人生いろいろ眉毛ふさふさのすけです。海鮮丼よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて1万人おめでとうございました。すごい企画でしたね。いやもうなんかかつてないびっくりしましたね。この眉毛がみんな生えてらっしゃってみんな面白かった動画が。どうですか、どうでしたか皆さん。よかったですよ。ありがとうございます。そんな1万人を超えてます勢いに乗るアナザーブルーからのすけ海鮮丼さんにね、今日は来てもらいましたということで、ジャンプのね内容に触れるんですけども、昨日僕たちジャンプ会を出したんですけども、もうストーリーの流れが良すぎて、気になるところ多すぎて、1個ずつの伏線を喋れてなかった時を、のすけさんなり今回気になった部分を細かく説明した深掘り動画を作りたいなと思ってるんで、ありがとう、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。めちゃめちゃ言いたいこといっぱいあります。はい、お願いします。まずですね、今回ちょっと読んで僕思ったんですけど、これ相当なんか打つといえば打つ展開やなっていう感じしませんでした？まあ確かにね、ルフィ破れちゃってるからね。破れたし、赤鞘もどんどん倒れていく。確かに言ったらこのシャボンディ諸島で一尾完全崩壊した時とか、あとは頂上戦争でそれこそエースが死んじゃった時ぐらいの絶望感。確かに確かに。今後ここどうなのっていう感じ。先行きが見えるのもお先真っ暗みたいな。そう、なんかカイドウを倒すんちゃうんかみたいな勢いあったんですよ、戦話から。そうこれいけるぞ、波紋色まとい出したぞ、おおそうみたいな。落ちた、必ず勝つから伝えてくれって言って、でも負けちゃうっていう。ゾロとかもね、なんか掴んだらしいみたいな。そう言ったじゃないですか。すごいね。しかもさ、ページの最後ね、見てほしいんですけど、鬼ヶ島がワノ国本土上空に到達って書いてあるんですけど、海なんですよ、落ちたところがルフィは。そうだね。だからもうちょっと行ったら陸だったから、ワンチャン助かるかもみたいな。ちょっと近いからね。そう、海の方が無理じゃん、能力者だから。そうだからもう終わったーってなるよね、普通は。まあ確かにね、ジエンドみたいなね。まあじゃあルフィから触れていきたいんですけれども、お願いします。このザブンと落ちる前にカイドウがね発言をしていましたと。ゴムゴムのなんだってっていうねところですよ。何かを繰り出したんです。多分ルフィが新しい新技をね多分やったんですけど、それはちょっと聞かず倒されてしまった。ただ僕ここで気になったのが、ギアとは言ってないっていうカイドウ。例えばそれギアなんだってとかって言ってたら、確かにギアフィフスなのか5なのか分からないですけど、それが出たって分かるんですけど、そうは言ってないってことは、まだそういうのは使ってないんだな。なるほどっていうのを想像できたりして、でこの覇王色をまとったんだけど操作がお粗末だった。これってなんか難しいですよね。確かに。なんかただまとうだけじゃやっぱりダメだったっていう、そのレベルがまだあって、そうですね。いうところで、カイドウの方が連度がもう上だったんですよ、多分。なるほどね。そうね、同じ覇王色でもね。そうだからまだなんかちょっとロジャーとか白ひげとかそういうレベルの覇王色の操作には至ってなかったのかなっていう。確かに。だからそのなんかこっからまたちょっと修行してとかってあるんですかね、これ。いや、僕はあると思います。ありますか、やっぱり。そんな簡単にまとえたコツが分かったからって言って4校に勝てるんだったら苦労してないと思うんですよ。なるほどなるほど。これはもうまぐれで勝ったようなもんなんですよ、今勝っても。ちゃんともう一回その竜王を取得したような修行する展開がなかったり、誰かに教わらなかったらちょっと納得いけない次元まで来ちゃってるなって思うんですよ。なるほどね。僕はね、結構ね、このまま勝っちゃうことがありえると思う。そうなんですか。映画を思い出してほしいんですけど、ストロングワールド引き戦、あれ天候が味方して勝ったじゃないですか。ルフィ天候を味方して勝ってまうんちゃうんかなって今回も思ってるんですよね。でもそれってまぐれやん。そう、まぐれ。そう、まぐれで4校は倒せない気がする。もう今後は。おー、なるほど。そう、もうどんどん立派な海賊が遠くなっていく気がする。シャンクスの言うところのね。で、例えばですけど、この覇王色の操作に関して D の意志とかをもし絡めるとしたらですけど、D を持つ者たちの意識の中に歴代の D を持つ者たちの記憶とかが伝達されて、例えばヒロアカとかだったらあるじゃないですか、オール・フォー・ワン的に歴代の D が受け継がれるみたいな。で、なんか記憶を共有してなんか技を受け継ぐみたいな、そういうのもしあったら、例えばロジャーが意識のないルフィの中で教えてくれるとか、そういう展開とかも熱いなってすごい。精神世界的なところで教えてくれるみたいな。そういう世界もしあるとしたらおもろいなってね。
ま確かにまず海に落ちた時点で誰が助けてくれるんですか。まあ死ぬことはね主人公ないと思うんですけどはいはいはいね、まあ一番有力なのはもうポーラタンク王がしか考えられないね。そうですねああなるほど。もしくはもう魚人か、まあポーラタンク王はずっと鬼ヶ島を追ってついてきてるはずなんで一番近くにいるはずなんだけどね。なるほどなるほど。もしくは恋やね。恋出た。ワノ国の周辺におるほうほ恋がなんかたまたまおってでたまたままた岸まで運んでくれるよみたいなでまたスタートから戻って非鉄からアミガサ村行ってう。そう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 なるほどなるほど。お前何してるんだルフィみたいなで非鉄に起こされるみたいなそこでまたなんかちょっと修行したりなんとかあるみたいな。で非鉄がちょっと正体明かすみたいなああ実は私でしたよってそうね。お前もしかしてジョイボーイになれるのかみたいなパカみたいな待ってたよみたいなめちゃめちゃ重要じゃん。多分、は今僕次に発言することが、はい多分今回のサムネイルになってると思うんですけど、なんですかなんですか。ルフィ記憶喪失になってる説じゃないですか。もうビッグマムとそう同じように今までなんで冒険してたのかもよくわかんねえ、仲間のことも思い出せねえ、それを思い出すきっかけになるようなエピソードが今後あるとちょっとまた違う感じになる。なるほど。どどうすか。記憶失う。そうビッグマムを持ってすらどっか落とされてはい記憶を失うわけじゃん。じゃあ高さから落ちたらもうはいやばくないっていう。そっか。その記憶を思い出すきっかけがサボですねああ来る来るか。なるほど。ビッグマムね、先ほどワノ国の中で記憶喪失になってて、まあ今も蘇ってる。はいそうそうそうサボもね記憶喪失になってたからね。そうですねそうなんやサボの記憶をエースが蘇らせたように、ルフィの記憶をサボが蘇らす。そうこういうそうこういう循環循環してる。そう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 熱っ。これは熱いな。そうもしくはプリンちゃんはいが記憶いじってこうやって戻してくれるみたいなああなるほど。なるほどそう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 めっちゃ面白い。僕たちはどこかでサボが今ピンチになっていて、はいはいルフィを失っちゃったから今度は失わないためにちゃんと兄を助けることを想定してるけど、実は助けられるのはルフィの方だったって。ああなるほどねだ。からもうサボがやばいやばいやばいって言いつつ実はサボは自分で危機を乗り越えてルフィに助けに来るみたいなそっか。そのミスリードが面白いあったらうんめちゃめちゃつながります。それはめちゃくちゃ熱い展開すごい。おもろいわ。じゃあ記憶喪失になってもちゃんと戻るようなパターンが用意されてるっていうことですねこれで。なんかワンピースも結構その記憶戻るパターン意外にあるから、はいはい確かに記憶喪失になったらめちゃくちゃありえるかもしれん、そうっすね。おこれはおもろいんじゃないですか。面白い。あとなんか作中で記憶喪失になってる人って誰いましたっけ。サボとビッグマムとまあそのシュガーをどう扱うかによりませんそれあとはプリンと出会った人の中にはいるんだろうね。多分あ確かに確かにまあそのね、記憶マムも失ったりしてるように、その今おっしゃっていただいたルフィも一旦失ってまたそこから復活するっていう展開がまあ一番熱いのかなというふうには思いますけどね。うんはい。じゃあそして次、まあこれちょっと関連しますけど、桃之助が聞いた声問題、見えた問題、はいはいなんかありましたよね。今週も妙な描写が今度は見えたように聞こえてくるというか頭に入ってきてる感じの入ってきた。あれって何あれっていう。僕ね昨日気づかなかったんですけど、はい気づいてしまったことあるんですよ、何おでん万有記を読んでしまったことが全ての原因なんですよ、これね、デスノートって作品あるんですけど、あれ、はいノート触れたら死神が見えるようになるんですよ。なるほど。おでん万有記触れたことでおでんの何か見えてんちゃうかなみたいな。おでんの何なんでしょう。ヤマトじゃもう見えまくりちゃまあそうやな前置きめっちゃ名前書いてあるんですかそれ。ちょっとないかないね、わかんないですけど、例えばですけど、ん海洋類とか、ほうなんかね、まあ、そういうのを見て、ルフィを助ける何かが来てるのを知ったとか、確かに確かにあとは、そのワノ国本土にいる何かの視点とかね、例えば山の神とかいたじゃないですか。確かにああいう存在とかもおー結構神秘にまだ包まれてるんでおーなんか本土側から見てて何かを知ったとかね。う。なるほど。はい桃之助が知る声の正体っていうのがめちゃめちゃ気になります。山の神お父さん殺したけどな切ったんですけどでも生きてはいたんですよ。あちょっと体繋がってきたんで、あなるほどねはい、なるほどなるほど。なるほど子供もいたんでそうね映像が入ってきたんですかねあれって。誰でござるみたいなのだったかな。そうなんか型でかけてきたんだねそこめちゃめちゃ謎だし、謎であとはやっぱカイドウがはい道具内に入っていったと、今度掃除をするっていうふうに始めてましたよ。はいはいはいずっとでまあ当然赤鞘が最初に標的にされて、今週ラストでは金右衛門がちょっとぐしゃみたいな、いやそうやあれ最悪の展開。死んだ。死んだのか頭と。潰されてもらったかなそうそうそう。でも器具も勘十郎もこれ多分下手したら命ないるよな感じになりましたよね。うんってことは今までずっと言われていた9つの影問題うん。おうおうおうがいよいよ落ちる。落ち、落つ。
赤面たちが落ちみたいな、落ちるってそういう意味か。死すものの数を表してるんだとしたら、今後だから伝次郎とか犬嵐猫山虫とか、それ阿修羅道場落ちてるみたいな。そうとかね、なるほどね。川松もとかね、全員がちょっともしかしたらじゃあもうこれ死亡フラグ立ったんじゃないのってちょっと思っちゃってるんですけどね。なるほど。でその犠牲の上にまた新たな光が立って彼を倒すのかとかね。うわ重いなるや。ほどね。これはやばい。重すぎるワン。この次の週である程度わかるのかな。犬とか猫がボコボコ倒れちゃったらマジやばいね。いやー、ペロスペロしばいてほしいけどな、ジャックも。まあね、猫マムシまだ動けそうでしたけど、犬嵐って結構満身創痍じゃないですか。そうね。もうだからジャックとどっちが倒れても共倒れみたいな。なんか差し違いそうよね。そう。で雷蔵とフログジも共倒れとか全然ありえるし、なるほどな。そういう対決を全部なんかお互いが死んでっちゃうみたいなこともありえなくないのかなって。怖っ。であとは麦わらの一味で言うと、こういう気になったのはチョッパーですよね。チョッパーがランブルボールの効力を30分に伸ばした。いや、すごいよね。あれはシーザーの力だったっていうかね、お人よしのシーザーが見えたんで、なんかいいやつ急に見せてきた。なんかあいつちょっと科学に対してはやっぱ真摯に向き合ったりとかあるんだよ。意外と真面目に教えてくれるんやなって。構造式見せてみろみたいな。そう勉強教えたるぞみたいな。めっちゃ真面目なアドバイスしてるやんって見えてた。さすがやね。さすがで、まあちゃんとなんかチョッパーの力が増強されて、それは良かったんですけど、でもそのタイムリミットもあと10分ぐらいに近づいてきちゃってる。確かにね。なんか全然グイーンとペロスペロに挟み撃ちされて、倒せないじゃないですか、どっちつかずになって。勝ってるものの発言じゃねえなみたいなクイーンに言われてて。で、この後どうなるかって僕考えたんですよ。多分、10分普通に経過すると思うんですよね。ほう。倒せないまま。なるほど。で、どうなるのって言ったら、その先に人の身の覚醒とかそういうのがあると思うんですよ。おー。もう全部力使い果たしちゃってどうしよう、もう何もできないのか俺はって極限まで追い込まれた状態で、やっとこの真の力というか、悪魔の力みたいなのが限界のそのそう先に発揮されるんじゃないのってなって、これチョッパー覚醒したらめちゃめちゃ熱いなと思った。なるほどね。でもありえる全然。そう確かに。でやっぱり1ミリのね力が本当に試されてるじゃないですか。でロビンもそうだしブルックもそうだし、そういう能力者たちのその先の力っていうのも絶対見れると思うんで、なるほど。はい、これ明かされるんじゃないついにっていうね。確かにな。間違いない。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。いや、目の付けどころがさすがですね。いやもうシャープですね本当に。いやもう絶対言うと思ったこのサムライはまあ今回ストーリーもちゃんと進んで、考察要素もあって、次の展開もワクワクできるからめちゃくちゃ良かったよね。いやもうすごかったよ。次回あるんでしたっけ。次回あります。ありますね。あります。また来週ちょっとね、のすけさん踏まえて深掘り動画撮れたと思ってますので、ぜひのすけさんの動画が他にももっと濃く見たいよって方は概要欄にね、アナザーブルーのチャンネル登録できる URL 載ってますんで、ぜひ行ってみてください。お願いします。よろしくお願いします。それでは See you。 なんと明日もですね、今回ジャンプ1014話の考察会を出してます。マジっすか。はい、明日はですね、ジョイボーイについて、うわ、はい、でその次は黄泉の国についての考察を取りたいんで、ぜひともよろしくお願いします。止まりませんね。めちゃくちゃ手振ってるよあいつ、もう終わろうとして。小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい、動画全開。クルーのみんなで盛り上げて、 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。